はい。今日もアムに会いに来てくれてありがとうございます。ご主人様。今日、フリートークなんですけど、突然なんですけど、ゲシュタルト崩壊って言葉を知ってますか？今まで当たり前だと思ってた、既成概念みたいなものが、崩壊してしまうっていう現象のことを言うんですけど、この前ね、ある人の動画を見てたら、ある人って、呂布カルマさんなんですけど、最近お気に入りの呂布カルマさんの、面白切り抜き動画を見ていたら、ゲシュタルト崩壊って言葉が出てきたので、なんとなくそんな話題にしてみようかなと思ったんですけど、知ってる人は、知ってると思うんですけど、一応知らない人のために説明すると、よく漢字を書いていて、あれこの漢字って、こんな漢字だったっけみたいな、こんなイメージで合ってたっけみたいなことってないですか？普段書いてるのに突然あれこれでよかったんだっけみたいな。でそういう今まで当たり前に気にもしていなかったことが突然気になって、あれおかしい感じがするなっていうのがゲシュタルト崩壊なんですけど、でこれって知っておくとちょっとなんか面白いというか話があって、例えばね、鏡に向かって毎日お前は誰だお前は誰だって鏡の自分に向かって言い続けると自我が崩壊するんですって。私は誰って言うようになるんだって。で、それを実際実験でやって、実際そうなったっていう話を聞いたことがあるんですけど、で、あとね、これゲシュタルト崩壊と直接関係するかどうかわかんないんですけど、例えば自分が息をしているっていうことを、要するに自律神経が勝手にやってくれていることを、自我として認識して、すごく気にする。例えば息を吸って吐いてっていうのを意識的にずーっとやっていくと、危険だったりするんですね。息がうまくできなくなったりとか、あと心臓も鼓動をずっと聞きながらドキドキドキって言ってるじゃないですか。でそれをずっと気にして聞いていたりとか、あと鼓動が速くなってる遅くなってるっていうのを気にしたりとかすごくしていくと、どんどん不整脈みたいに心臓が一定のリズムを刻まなくなったりとかして危険になるんですって。だからあんまりそういうのを気にしない方がいいらしいんですけど、でさっきの鏡に向かってお前は誰だって言い続けながら実際日記を取った人、日記を書いてた人がいて、でその人って日記を書きながらそれを面白半分でやったら全然何も起きなくて、でこんなの嘘じゃんって言ってて、でしばらく経ってみてそれを試していた当時の日記を読み返してみるとおかしなことが書いてあるんだってっていうのがあって、でその話を聞いた時に思ったんですけど、逆に鏡を見ながらお前はかわいいかわいいって言い続けたら、きっと私はかわいいって言って自信が持てる
人になれるんじゃないかなって思ったんですよね。だけどなんか逆に危険だったりしても困っちゃうから、それがいいとかおすすめするってことじゃないんですけど、ただもし、その精神的に自分が、その自己嫌悪に陥ってて、とても自分がもう精神的に、きついとかってもし思ってるんだとするならば、そんなことないよって問いかけてみるのって、なんかいいことなのかなって思ったんですけど、アムは専門家じゃないので、やるときは自己責任で気をつけてやってみてください。でももし、そうやって思ってる人がいたら鏡に向かいながら、そんなことないよって言ってみるのっていいんじゃないかなって感じはしますよね。ちなみに、この前、これ次の動画でお話ししようか。でも、大した話じゃないからいいか。この前さ、子供を餓死させちゃった事件があって裁判があったって話題があったでしょ。で、碇被告って多分ゲシュタルト崩壊を起こしてたんだと思うんだよね。なんか証言を、碇被告の証言って私もおかしいと思います。この人の言うことを聞いて自分の可愛い子供にご飯を食べさせないで弱っていくっていうのを見てたら、もう本能的に子供を守りたいと思ってご飯を、その赤堀被告に何を言われてもやるっていうのは正しいって分かってて、今もそう思ってるし、でもなんでそれができなかったのかが私にもわからないんですっていう表現をなんかしたっていうのを聞いてて、これはなんかゲシュタルト崩壊なんじゃないかなと思ったんですよね。ずっとちっちゃい時からね、ずっと面倒見て育てて大事に、でも突然他人が関わってきて、で洗脳されて、で今まで当たり前なようにやってたことができなくなっていくっていうのは、もう明らかにそうなのかなっていうふうに思ったんですよね。でもね、あなたは自分の子供を餓死させてしまったから懲役5年ですよって言われて、5年の刑って言ってるんですけど、多分でもそれよりも自分の子供がを死なせてしまったっていう精神的な辛さっていうものの方が、もうそこで十分なんか罪をとか罰を受けてる気はしますよね。ただそういうわけにもいかないんでしょうからね。その人が子供を可愛いと思っていて死なせてしまったのか、そうは思ってなくて大して大事だって思ってなくて死なせてしまったのかはわからないですからね。でもゲシュタルト崩壊、難しい言葉ですけど、お話を聞いてみるとちょっと面白いお話だなと思ったので話題にしてみました。BGM はゾエさんのときめきトワイライトという曲です。詳しくは動画の概要欄をご覧になってくださいね。チャンネル登録してね。高評価ボタンも押してね。通知ボタンも押してね。アムのおへそも押してね。ここだよ。ここ。ということで、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、
通知ボタン、そして、アムのおへそも押してね。じゃあ、またね。バイバイ。